こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。過去の DIY の様子はすべて再生リストにまとめてますので、まだご覧になってない方はぜひチャンネル登録をして最初からご覧になってください。今回は以前作成した棚の窓枠部分に電子レンジを設置していくという作業になります。電子レンジを設置して余った部分は収納スペースを作っていきます。電子レンジも収納スペースも工具なしで簡単に取り付け、取り外しができるように作っていきます。まずは設置する電子レンジの紹介をします。商品名は Wavebox AC です。主な特徴としては消費電力が 660W と小さめです。そして重さが 6.35kg で軽いです。通常の電子レンジよりもコンパクトです。商品の詳細のリンクを説明欄に添付しておきますので、気になる方は後でご覧になってください。電子レンジを設置して上部と左側の余った空間を収納スペースにしました。先に完成した収納スペースをご覧ください。完成した収納スペースはこんな感じになってます。電子レンジが綺麗に収まっているように工夫して作りました。外で電子レンジを使いたい時なども工具なしで簡単に取り付け取り外しができるように作っています。それでは早速 DIY の様子をご覧ください。まずは収納スペースのサイズを測って材料を切り出していきます。今までの DIY で余っていた木材があるのでそちらを使用していきます。切り出した材料を合わせて確認してみます。綺麗に合いました。この板が収納スペースの側面部分になります。次に側面の板を乗せる L 字金具を車両に設置している収納棚に取り付けていきます。L 字金具の高さが決まったのでネジで固定していきます。反対側も同じように L 字金具を取り付けていきます。取り付けた L 字金具に側面の板を乗せてみます。取り外しができるように作るので、側面の板は L 字金具に乗せるだけとなります。まずは側面の板と L 字金具の取り付けが完了しました。次に電子レンジ上部側の収納スペースの扉をつけていきます。材料を切り出します。合うか確認してみます。ここから微調整を繰り返して扉部分を作りました。一旦底板を取り外して後ろから物が落ちないように壁を取り付けました。こちらも現物合わせで何回も微調整を繰り返して作っていきます。次にいよいよ扉部分に長板をつけていきます。長板は収納スペースが取り外せるように底板につけていきます。長板の取り付けが完成しました。あとは取っ手と鍵をつければ上部の収納スペースは完成となります。次に扉部分にドアロックというものを取り付けていきます。過去に使っているマグネットキャッチだけだと運転中に扉が開いてしまい物が落ちる恐れがあるので、上部の収納スペースの部分にはドアロックを取り付けました。こちらは室内用で2個セットで1280円で Amazon で購入しました。こちらの方も説明欄にリンクを貼っておきます。後でご覧になってください。ドアロックの取り付けが完了しました。これで運転中に扉が開いて物が落ちるといった危険もなくなりました。次に扉部分に取っ手をつけていきます。こちらはダイソーとかセリアで100円で売っている取っ手になります。取っ手はまず穴を開けて内側からネジを差し込みながら外側から取っ手を取り付けていく簡単な作業になります。取っ手の取り付けが完了しました。次に収納スペースの中の底板の左右にスライドボルトを取り付けていきます。一般的な鍵です。このスライドボルトを使ってこちらの板を
車内に設置している収納棚に固定させるということになります。スライドボルトで固定することによって収納スペースをすべて工具なしで取り外せることができるようになります。スライドボルトの取り付け位置を決めたら作業がしやすいように一旦収納スペースは取り外します。収納スペースの底板にスライドボルトを左右2箇所取り付けました。次に収納スペースを車両に設置している棚に取り付けて、スライドボルトの穴の位置を確認して、棚の側面に穴を開けていきます。車両に設置している棚にスライドボルト用の穴も開けたので、収納スペースを取り付けて固定してみたいと思います。穴の位置もしっかり合っていて、スライドロックで収納スペースを固定することができるようになりました。電子レンジの左側の収納スペースはまだ作ってないのですが、針で設置してみます。次に映像には映っていないのですが、電子レンジの左側のスペースも扉をつけました。扉を完成させて取っ手を取り付けました。こちらはドアロックではなくマグネットキャッチを取り付けて完成させました。最後にニス塗り作業をして完成となります。ニスはウォールナットになります。ニスを塗り終わりました。あとは乾くのを待つだけです。電子レンジ周りの収納スペースが完成したので取り付けていきます。ということで無事電子レンジの設置と電子レンジ周りの収納スペースを作ることができました。ほんのわずかな収納スペースなのですが、あるのとないのでは大違いです。ただでさえ収納スペースが少ない軽自動車の車内で少しでも収納スペースが増えてとても便利になりました。電子レンジ上部の収納スペースは運転中に扉が開かないようにドアロックも取り付けました。電子レンジ左側の収納スペースは小さいながらも縦に長いので、サランラップや長めのものを収納しようと思います。電子レンジを設置した車内の様子はこんな感じになっています。電子レンジを設置しただけで車内の雰囲気がとても変わりました。個人的にはかなり満足しています。ということで今回は電子レンジの設置と電子レンジの周りの収納スペースを工具なしで取り外しができるように作っていくといった内容でした。この動画を見て少しでもいいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。今回はこれで動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。